どうもこんにちは、エイトマンバイナルです。暑いね、暑い。こちらは我が家のベランダビオトープ。今はこの4鉢を育成しております。これは一番大きな水亀のビオトープ。去年のゴールデンウィークに立ち上げたんですけども、冬も越してね、メダカさんたち元気だったんですけども、ここ最近の温度変化かちょっと水質が良くなかったのか、死んでしまったメダカさんもいまして、今2匹になってしまいました。今日はこちらの水替え、そしてこのグリーンウォーターの鉢、黒メダカとの交配目的で先日導入したミユキメダカ、こちらを入れてあるんですけど、全く姿を見せないんですよね。でこちらは以前ミユキメダカに住んでもらってた鉢なんですけども、ご覧の通り徐々にグリーンウォーターになりつつあります。どこまで濃くなるんでしょうか。この鉢には室内飼いしていたパンダメダカさんが1匹入ってもらってます。1匹になっちゃいました。こちらも交配してもらうのが目的ですね。今真ん中にいる子がパンダメダカですね。この子ですね。やっぱりこの子は上から見るよりかは横から見た方が可愛いですね。こちらは繁殖水槽。子供たちがねたくさんおります。グリーンウォーターだったんですけども、ミジンコを投入したらね、食べられる大きさではなくて、そのまま生き延びてグリーンウォーターを透明にしました。なのでこの水槽の管理はグリーンウォーターを足してる感じです。で作業する前にね、ベランダの掃除をしたい。1階なんで葉っぱとかね結構入ってきて汚いんですよ結構汚れてますね。排水口なんかも泥がね溜まっててちょっと薄汚いんで、今回はねこれらを掃除します。これね使ってない鉢とかも放置してあるんで片付けます。お掃除スタート。こうね倍速で見るとねすごいテキパキ動いてるように見えるんですけども、実際はね暑くてダラダラやってました。大人の水遊び、ベランダを水で流します。もうねこの時期は暑いので、外で作業する場合はね皆さん水分補給忘れずに。どうですか、綺麗になりました。やっぱねベランダが綺麗だと気持ちがいい。裸足で歩けるな。これ排水口もこの通り、もうゴミ一つございません。放置していた水蓮鉢はよく洗って新しい稚魚育成用の鉢として活用します。やっと水替えの作業を開始していきます。プロホースで水を抜いていきます。いつもの作業なんですけどね。この鉢にはねミユキメダカがいるんですけども、黒メダカとうまく交配してくれればラメった黒メダカが生まれるかもしれない、そんな情報をもらいました。これが抜いた水、底の方の水ですね。真っ黒、もう緑を通り越してディープグリーン。投入する水は水道水を軽き抜きしたものを使います。バケツに水を入れてだいたい8リットルぐらいでしょうかね。このバケツは10リットルなんで、私気づかなかったんですけども、暑さにやられてしまったのか何を思ったか、かき混ぜてからこのね軽き抜きを投入するという。今投入しました。またかき混ぜるっていうわけのわかんない行動してました。暑さによるものなのか年齢によるものなのか、それは誰にも分かりません。だいたい水は3分の1抜きました。で、ホテイソウから卵の確認、ちょっとありますね。なのでやっぱり新しい鉢に移してそちらの方で孵化させて育成していきたいと思います。お次は水亀のビオトープ。こちらのねビオトープが少し問題があるんですよ。中に入れてたワビクサ、あんまり育ちがね良くなかった上に、なんかね緑色のべっとりした苔がねついてしまって見栄えもあまり良くありません。おそらく水があまり良くないんじゃないかと、そんな憶測ですね。今まで随分と調子はいい鉢だったんですけども、やっぱりねもう1年以上経過して、おそらくね下の方の水はほとんど動いてないんですよ。なので下の方が
ドブ化して、悪いもの、硫化水素とかが発生したのかもしれません。一応匂いを嗅いでみてもそんなに匂いはしないんですが、ここをね1週間ぐらいで魚が死んでしまったっていうのは何か原因があるんだと思います。これはワビクサ。先ほどのドロドロのワビクサをよく洗って葉っぱを全部引き抜きました。まだ使えそうな部分だけを選んで新たに糸で巻き直しました。おそらく全部ロタラなんですけども、またね生えてくれると嬉しいですね。やっぱり水中の植物が育たないと水は悪くなってしまいますね。軽き抜きした水道水を足して悪くなった浮き草の間引き、ホテイソウなんかも悪くなった部分はちぎって捨ててます。最後に稚魚育成用の水蓮鉢を作ります。グリーンウォーターの水をひしゃくで3杯、水道水で薄めます。いい緑茶ですね。この鉢は特には軽き抜きはいたしません。もうそのまま水道水を使います。それで卵のついたホテイソウをこの鉢に移動しておくだけ。そうするとね自然と孵化していつの間にか稚魚たちが泳いでる、そんな感じですね。なのでなるべく卵が多くついたホテイソウを、これがいっぱいついてました。卵がいっぱいついてたのでこういう株を優先的に移動しておきます。この時期もうホテイソウが巨大化を始めてるので、このサイズの鉢だとちょっと小さいですね。目指せ100匹孵化、そして少し変わった黒メダカが生まれてくれるとありがたい。多分ねこうやって人は水槽が増えていくんですね。メダカ鉢が増えていくんですよ。もうすごい人はねもう何十個とかも並べて育成してますもんね。私長男なんでいつか実家に帰らなければいけないんですけども、その折にはね、実家広いんでやりますよ。たくさんもう庭に池作ります。昔まだうちの祖父が生きてる頃は池があってね、錦鯉がいたんですよ。 2,3 匹いたんですよ、錦鯉が。それで祖父が亡くなってから誰も管理する人がいなくなって、うちの父の代で池は潰してしまったんですけども、メダカの池ねちょっと作ってみたいですね。そのためにごつい流木をベランダにストックしてるんですけども、実家に帰るのは何年か先になってしまう可能性もあるので、いつになるかは本当に分かりません。ただねその時まで YouTube という媒体があれば私は投稿してるでしょうし、もうね YouTube の投稿もライフワークの一環になってしまったので長く続けられる趣味ですね。 YouTube の投稿自体がすでに趣味です。そんな感じで今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッド評価お願